どうも、原亀です。今日はちょっとですね、風邪をひいてまして、喉の調子があんまり良くありませんが、やっていきたいと思います。ちょっとタイトルにもありましたが、ZQ 不要論ということで、やっていきたいと思います。先日ですね、Apple 社の iPhone の14ですかね。こちらになりますが、iPhone 14の Pro が発表になりました。で、何も、ほとんど変わってないんじゃないのみたいな話もあると思うんですが、実は13から大きく違ってるところがありまして、プロだけなんですが、14のプロはですね、Apple RAW の動画が撮れることとなりました。基本的には、一眼レフタイプで、動画を撮る場合に、プロレスだったり、ログと言われる撮影手法で、眠い画像を撮って、後から、ラットを当てて色を調整するんですが、それが iPhone でもできるようになったと。これはですね、結構、斬新なんですよね。で、僕は単純に携帯を、iPhone 13、今ここのカメラが iPhone 13撮ってますが、もうですね、iPhone 13で不満なところはですね、指紋認証がないことぐらいですかね。Face ID とかその辺はちょっと使いづらいなと思ってまして、それ以外はないんですよね。で、もう一個の画面は今こちらのカメラが ZQ で撮影しております。ただですね、YouTube に、画像、動画を投稿する際には、もうすでに、オーバースペックですね。皆さんご存知だと思いますが、iPhone で撮った画像で 4K で十分耐えうるということになってますんで、主戦場が YouTube という方は、基本的に一眼レフでもう動画を撮る必要もなくなると。もうすぐそこまで来てますね。ですから iPhone 14の Pro を買って、ロー撮影ができるようになったら、ますます一眼レフカメラで動画を撮るメリットというか、そういうものが薄れていくと思います。Z6、Z6-2 と私所有して使ってますが、Z6-2 は結局ログ撮影ができませんので、改造が必要なんですよね。そうすると、普通の、あれですよね。4K で撮影することになるんですが、あまりですね、一眼レフで撮るメリットがないんですよね。で、動画を使って、自分を表現される方は、特にもう、カメラで撮る必要がなくなってくるんじゃないかなと。これですね、かなりやばいですね。今は、昔と違いまして、例えばですね、アパートとかマンションの賃貸物件の撮影をお願いしますなんて昔撮影があったんですよね。不動産の。で、駆け出しの頃とかっていうのは、だいたいそういう小さな仕事をたくさん積み重ねて飯を食ってるカメラマンが多かったんですが、今はですね、基本的には全部 iPhone で撮ってることが多いですね。で、特にカメラマンに頼もうっていう意識がある人は結構まだいるんですが、ギャラがですね、めちゃくちゃ安いんですよ。で、一眼レフ使って、物件の撮影しても一件1500円とかいう話なんですよね。そうすると、もう、機材を回収することもなく、お小遣いにもならないと。1日3物件こなして4500円で飯をどうやって食うんじゃという話になると思います。で、ZQ 不要論というちょっとですね、乱暴なタイトルをつけましたが、実際にハイスペックのマシーンを使って撮影する被写体。例えば、動きの速いものだったり、普通の携帯で撮影するのはなかなか難儀な被写体に限っては、スチールは
ZQ はすごく有効なシーンがたくさんあると思います。超望遠を使って、飛行機だったり鳥だったり、まあ風景写真も短いレンズをつけて、まあ綺麗な、全媒とかのね、大きなプリントをして飾るとか、写真展をやるとか、そういう人以外はですね、一般向けのカメラでは全くありません。これがですね、ものすごく加速してまして、Z6-2 ですら iPhone に勝てないんじゃないかなというふうに判断しております。まあ、フィールドで、写真を撮っていて、プロスポーツだったりですね、私の分野の競馬だったり、そういうものはまだかろうじて残ってますが、まあ、ポートレートですか。そういうものはもうすべて、iPhone でいけるんじゃないかなと。画質がね、いまいちまだまだなんじゃないですかという話がありますが、特にプリントアウトじゃなくてインスタだったりですね、そういう電子媒体の写真に関してはもう iPhone で十分なんですよね。これ今14が出てですね、かなりまあいろいろ汎用性が広がったと思いますが、今後ですね、iPhone 15、16ってなっていくとさらに進化していくと思いますので、まあ実際にカメラを使って動画を撮影するっていう人が今後どれだけいるのかと考えてしまうと、ついに一眼レフのカメラも終焉する時がやってきたのではないかと危惧しております。特にですね、iPhone で、今、再生回数すごく、登録者数も再生回数もですね、すごくいっているチャンネルの方なんかも、全部 iPhone で撮影していますっていうところが多いんですよね。そうすると、ジンバルをつけて一眼レフで撮影なんてまどろっこしいことやってる人はほとんどいなくなってきますんで、まあ、富士フイルムの小さなカメラを使って、まあ、撮影したら多少は、まだ、携帯に近いスタイルで撮影ができるのかなと想像できますが、まあ、どちらにしても近い将来ですね。もうカメラマンという職業が相当、限られてくると。で、もう写真に関しては、今はギャラがトータル的に、世界的にというか、世の中的にギャラがすっごく下がっちゃってますんで、カメラはものすごく高いと。そうなると、まあ、使ってる人はですね、カメラ好き。まあ僕みたいにカメラ好きですね。カメラを持ってること、所有欲。カメラがすごく好きで、カメラで動画や写真を撮るのが好きな人。それと、まあ、特殊分野ですね。その一眼レフのカメラを使わないと撮れない分野の撮影ですね。その二つに限られてきて、あとはもう全部 iPhone で終了ということになりつつあります。ZQ が不要かどうかというのはもちろん個人差がありますが、ほぼほぼ60万もする本体を、買って使ってペイできる仕事がもう世の中にほぼありませんので、ごく一部の人はあるかもしれませんが、もういよいよカメラマンが、職業として成り立たない時代に突入したと、はっきりと明確に、思います。で、私もコロナになりまして、JRA を追い出されまして、まあ一応ですね、提携先の新聞社で写真を撮らせてもらってますが、もう仕事としては、ほぼほぼ、成り立っていません。今は、他のことで生計を立てておりますので、まあ、なりわいのカメラマンがこんな状態ですから、ますます、婚礼ですね。結婚式とか、学校写真。まあ、あとそうですね。基本的にはですね、風景写真だったり、鉄道写真だったり、飛行機の写真で飯を食うってほとんどできないので、ほんの一握りの人なんですよね。5本の指に入るか入らないかぐらい。で、それ以外はですね、飯は食えないですね。まあ趣味でやってるだけと。そうするとですね、カメラメーカーももう主体が趣味のカメラマンになってきますので、プロ機を
開発してたくさん市場に投入するということは、ほぼほぼなくなってくるのではないかなと思います。ヨーロッパとかですね。まあ、日本の国じゃないところではもしかしたら、まだそういうユーザーが、ニーズがあるのかもしれないですが、まあ日本においてはもうほぼほぼニーズがもう満たされてしまって新しく購入するかとなると、まあ趣味の延長というところでのカメラ好きが買うカメラということになりますので、だいぶ客層が変わってくると思います。ニコンの場合はですね、ZQ だけがプロレスローだったり、ログ撮影ができます。通常の内蔵のメモリーカードに書き込みができます。それ以外は、忍者だったり、そういう後付けの、外付けのハードディスクをくっつけて、撮影することになりますので、まあ、やぼったくなりますし、重くなると。で、まあ、基本的にはですね、動画をやると、一発目に、ジンバルに手を出しがちなんですが、これははっきり言って、ジンバルに手を出したのは失敗でした。私もジンバル3つぐらい買いましたが、ジンバルって使うとこないんですよね。だったらですね、エーデルクローンの、ドリーショットですね。それを使って撮影する方がよっぽど汎用性が高いです。まあ、仲間のカメラマンでもね、結構騙されてジンバル買わされた人もいっぱいいますが、ジンバル使うとこないんですよね、正直。ポートレートでもジンバルって使うんですかね。動画でまあ、iPhone で撮るジンバルとかそういうのはいいかもしれないんですが、一眼レフタイプのジンバルって結局規模がありますんで、規模の大きな動画撮影ってなかなか個人では回せないですし、で、個人で回ってくる動画の撮影って規模がそんなに大したことないので、そこまでの汎用性がない気がするんですよね。必要性がない気がするんで、まあ結構二極化ですよね。これから先は、まあ iPhone か、一眼レフの、フラッグシップモデルの、二極化がますます進むと思います。ZQ は以前からも言ってる通り、間違いなく良いカメラではありますが、一般向けのカメラではないことは間違いないと思いますね。まあ正直ですね、ZQ である必要性がほぼほぼないんじゃないかなと思います。スチール写真を撮るにおいては、まあ D6 だったり D5 だったり、まあその辺の一眼レフタイプのカメラで十分ですし、ミラーレスにするメリットって、ライブビュー撮影ができるとか、大きなメリットってそういうところしかないんですよね。そうすると、まあ別にそのライブビューで撮るのは小さいカメラで、なんか他のちっちゃいカメラでサブカメラで使って、あとはまあ D6 でいいやっていうのが、基本的に、まあ D5 とか D6 とかですね、その辺のカメラを使って撮影するっていうのが、まあ定石なんじゃないかなと思います。ということで、Z9 不要論とちょっとまあ暴論になるかもしれませんが、まあ必要な人にとっては必要だと思いますが、一般的には全く必要ないと。で、もう iPhone が、どんどん YouTube だったり動画を撮影するのに適しているのであれば、それを積極的に使うので、カメラはますます売れなくなるということになると思います。プリントをして飾る人って大体世の中的にどれぐらいいるんでしょうね。例えば趣味で写真を撮って、プリントして部屋に飾ってますよっていう人が仮にですよ。仮に全然いないんだったら、そんなに大きなデータって正直必要ないですよね。自分の携帯とか iPad で画像を確認してみるだけだったら、もうそんなローデータである必要がないのかなと。私は個人的にはローデータ 100% ですよ。ローで撮ってますけど、まあそんなことをしてもですね、まあ需要がないと言いますか、基本的にはそこまで求められたことは今まで一度もないので、まあ、クオリティ重視で今まで来ていたんですが、いよいよ、もうクオリティ云々の、時代ではなくなってきたなということを、ひしひしと感じる今日この頃でした。はい。ということで、今日はですね、
iPhone 14をですね、Apple RAW の撮影ができるようになったんで、ますますカメラマンはピンチだぞというお話です。ということで、今回も、以上になります。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。